28日へ突入しました。報告として、新式歩兵師団1個、小規模歩兵師団1個、発電所1個が完全充足まで補充されました。了解です。38資金がもたらされました。報告として、中国歩兵師団3個が新式歩兵師団へと増強されました。また、平壌工場の稼働により、物資不足が緩和されたとのことです。すべて了解です。今月の軍備配備は、まずは偵察連隊2個をケソンへ。支援歩兵をウォンサンへ。パルチザン部隊2個を平壌へ。部隊の配備は以上で終了。中国軍については、満州から戦線へは距離が遠すぎるため、以後は配備を行いません。どうやら、構築物を後方か乱が行われた地域へ構築することが可能のようです。これを使わない手はありません。残りの資金を予備兵力獲得へ費やし、最終構成の準備が完了しました。1ヶ月以内に、この作戦を終わらせます。移動後の戦況です。東部山岳地帯にて、敵の大部隊を包囲。これらの戦闘地域については、確認を行います。まずは、東部包囲地域の最も南に位置するヤンヤン。司令部支援歩兵を捕らえました。殲滅完了。次なる戦場は、ソラク山南東。この地はアメリカ軍の中でも手強い海兵隊が、二重の塹壕にて待ち構えています。塹壕さえ突破できれば、兵力差で敵は降伏するでしょう。よし、あとは13号を超えるだけです。海兵隊部隊の降伏を確認。次なる戦場は、即著。北、南、西へつながる交差点であり、港町でもあるため、防備が強力に固められています。特に、韓国歩兵師団の存在が厄介です。まずは、二重の中塹壕を超える必要があります。敵の対戦車手段が多いです。我が方の戦車連隊が殲滅する可能性がありますね。塹壕は越えることができそうですが、果たして敵は降伏するでしょうか。あと一歩越えることができませんでしたが、幸運なことに敵は降伏しました。戦車連隊についても、幸運にも殲滅を免れました。東部最後の戦場は、コソン。敵は韓国歩兵師団1個のみ。これで、敵戦力が大きく低下しました。侵攻後の戦況です。東部における侵攻力を維持するため、戦車連隊を完全充足まで補充します。予備兵力を16個保持し、我が軍の行動を終了します。先の進行線にて殲滅した部隊を読み上げます。戦車大隊1個、歩兵師団2個、歩兵旅団1個、海兵連隊2個、自動車化歩兵連隊2個、歩兵大隊1個、遊撃連隊2個、司令部1個、支援歩兵1個、中砲大隊1個、兵団部隊3個、以上となります。了解です。この程度の資金では、戦局逆転はもはや不可能です。それでもなお、敵は向かってきますか。しかし、後方に設置された地雷の除去のため、前線に部隊を送れていませんね。西部と中央部にて敵の進行を確認しました。しかし、戦線が構築されていない単独での進行のため、包囲殲滅される運命にあります。本時にて、アメリカ軍第1海兵連隊が覆没しました。
かの部隊はアメリカ陸軍の中でも最精鋭の歩兵部隊でした。それを後方に送らずに無謀な突撃に費やすとは。続けて報告として、海兵隊所属の第一戦車大隊が出没しました。かの部隊も戦車大隊の中で最精鋭の部隊でした。5月5日へ突入しました。報告として、新式歩兵師団1個、歩兵師団1個、小規模歩兵師団1個が完全充足まで補充されました。もしかして作戦終了まで続きますか？だとしたらありがたいです。移動後の戦況です。パルチザン部隊の活動地域まで前線が到達しました。報告。46にて、アメリカ軍第一機甲師団所属の戦車連隊と接触しました。かの部隊の恐ろしい点は、歩兵連隊並みの兵力を有し、戦闘力も高いところです。さすがに、我が戦車連隊よりもはるかに強力です。46へ向かいます。幸いにも、敵戦車連隊を護衛する歩兵は存在しないため、直接戦車をはたけます。しかし、対戦車手段を持たない歩兵攻撃では、半分の確率で打撃を無効化してしまいます。勝利しましたが、この地は包囲できていないため、後方の歩兵と合流し、諸兵家となって我が軍に立ち向かってくるかもしれません。進行後の戦況です。防空網は、手順と46の2カ所へ移動。戦略爆撃部隊を十分に撃破したため、ピョニアン工場は13号のみで守りきれると判断してのことです。予備兵力を15個保持し、我が軍の行動を終了します。先の進行線にて殲滅した部隊を読み上げます。自動車化歩兵連隊3個、前線歩兵1個、偵察連隊1個、自走砲大隊1個、兵隊部隊2個、攻撃航空部隊1個、以上となります。果たして、敵の戦闘正面部隊、特に歩兵部隊はいかほどに存在するのでしょうか。我が航空部隊もよくやってくれています。来週か再来週あたり、積極的に航空戦を仕掛けてみたいと思います。確認できる範囲で、歩兵部隊は決して少数ではありませんね。2年前のナクトンガンにおける停滞は起きることはないとしても、もう一度くらいは資金獲得を挟むかもしれません。ピョニャンにて戦略爆撃部隊1個が侵入。敵の戦略爆撃は無力と化しましたね。5月12日へ突入しました。迎撃部隊、補充なしの連戦でだいぶ手ひどい状態ですね。積極的航空戦を仕掛けるのならば、兵力補充は必要不可欠ですね。報告として、歩兵師団3個が新式歩兵師団へと増強されました。続けて、歩兵師団2個が新式歩兵師団へと増強されました。さらに続けて、ミーク・ピトナーッツァ地迎撃部隊1個が重装甲型へと増強されました。これにより、能力、装甲が付与され、兵力も完全充足まで補充されました。歩兵のみならず、最新兵器の提供まで行われるとは、何かとてつもない取引が裏で行われたと疑ってしまいますが、ありがたく活用させていただきます。報告として、重歩兵師団1個が完全充足まで補充されました。今回は1部隊のみ。来週あたり、後方の安全確保計画は終わりを迎えそうですね。移動後の戦況です。ここに来て敵は戦線を構築し、本位殲滅を防ごうとしています。ならばこちらは全戦線に攻撃を加え、兵力、予備兵力をすりつぶします。クマムにて、敵の大部隊を確認しました。この地はすでに包囲済みです。今回は、すべての戦場で確認します。クンサン湿地帯にて、進行が開始されます。湿地ゆえに攻めづらく、また、部隊投入にも制限がかかりますが、果たして、
やはり戦果が上がりませんね。自動車化歩兵連隊1個を殲滅し、軍さんの確保に成功しました。歩兵士団をすり抜けた一撃が有効打となりました。次なる戦場はチョンジュです。確保に成功しました。次なる戦場はチナンです。確保に成功しました。次なる戦場はムジュです。確保に成功しました。次なる戦場はヨンポリです。ポイン殲滅に成功しました。次なる戦場はソンジュです。ポイン殲滅に成功しました。次なる戦場はウェガンです。確保に成功しました。次なる戦場はチルゴクです。確保に成功しました。次なる戦場はヨンチョンです。確保に成功しました。次なる戦場はアンガン北です。確保に成功しました。次なる戦場はキョンジュです。確保に成功しました。都藩北にて第1機甲師団戦車連隊2個を包囲しました。歩兵と合流することはありませんでした。殲滅に成功しました。次なる戦場はヒソンです。確保に成功しました。最後の戦場はクマムです。兵力自体は我が方が上回っていますが、死傷者を多く出しそうです。速やかに勝利し、兵力損失を抑えるため戦術を実行。連携攻撃。条件、少なくとも陸上部隊5個が存在し、敵陸上部隊3個が存在する。多数の部隊が連携し、四方から攻撃を行う。第1次攻撃時のみ陸上部隊の戦闘力がプラス1上昇します。攻撃開始せよ。歩兵連隊2個の戦意喪失を確認しました。殲滅に成功しました。以上、侵攻した13地域すべてで勝利しました。こちらが侵攻後の戦況となります。ナクトンガン中央の都市であるテグは目の前です。作戦終了まであと一息となりました。陸のみならず空においても圧倒するため迎撃部隊の兵力補充を行います。やはり航空機は高級兵器ですね。予備兵力2個を残し我が軍の行動を終了します。報告として、停泊していた第70任務戦艦と第77任務巡洋艦の撃沈に成功しました。戦艦の撃沈は、沿海地域からの砲撃がなくなることを意味します。報告します。パルチザン部隊が包囲殲滅しました。パルチザン部隊は、その役割を十二分に果たしてくれました。5月19日へ突入しました。先の防空戦の結果、迎撃部隊1個、攻撃部隊1個、空母飛行隊1個の殲滅に成功しました。了解です。報告として、新式歩兵師団1個、歩兵師団2個の兵力が完全充足まで補充されました。おお、計画が続きますか？さらに報告として、ソビエト第64航空団が本国から戻ってきました。ただし、例によって中国国境付近以外での活動は認められていないとのことです。了解です。今週、敵防空網への攻撃を仕掛けます。迎撃部隊1個が指揮を喪失し、空港へ帰還しました。再度、別の迎撃部隊を用いてテグへ向かわせます。
テグ上空に到達。以後、敵は迎撃には動いていない模様。了解しました。テグへの進行と同じく、上空戦にも参加させます。航空戦における損失状況として、第1次制空作戦時の部隊は、兵力6個を損失しました。第2次制空作戦時の部隊は、全部隊損失なしです。対する敵部隊に対して、迎撃部隊1個、攻撃部隊1個の殲滅に成功しました。了解です。移動後の戦況です。今週でナクトンガンを完全に攻略します。テグへの進行が開始されます。陸上戦力は我が方が圧倒。航空戦ではどうなりますかな。サンダージェット迎撃部隊撤退。セイバー迎撃部隊殲滅。残る航空部隊を殲滅する後期です。マスタング迎撃部隊殲滅。歩兵突撃が行われる前に敵は降伏しましたね。テグ、確保報告。43空港にて迎撃部隊が確認されました。完了。それは全く想定外です。進行が行われる前には敵航空戦力が確認できませんでした。あの迎撃部隊は確か。なるほど。安南南を確保した際、元の拠点空港へ戻ってきたということですか。まさか、侵攻されている地域へ強引に戻ってくるとは。そういう防空方法もあるということですか。攻撃航空部隊、兵力1個を残して、かろうじて空域より離脱しました。了解です。報告として、先の迎撃部隊が、ミリャンにおいても確認されました。あの部隊は、南アフリカ空軍のセイバー迎撃部隊でしたね。北朝鮮空軍ミークキトナーッツァチ迎撃部隊、殲滅。続けて、中国空軍攻撃航空部隊、殲滅。手痛い打撃ですが、戦局は揺るぎありません。ミリャン、確保完了。以降は特筆した戦闘が発生しませんでした。こちらが侵攻後の戦況です。あとに3週間程度で半島全域の確保は達成できます。包囲戦が開始されます。テグ包囲戦が成功できれば、来週にも国連軍が緊急和平を申し出るでしょう。テグ、完全確保に成功しました。よし。我が軍の行動を終了します。敵の陸上侵攻は西部に地域のみです。あのパルチザン部隊は作戦開始時の部隊ですね。最後まで国連軍を撹乱した部隊でしたが、残念ながら肝心は退路がありません。肝心ポソン北を奪われたとしても、国連軍の運命は変わりありません。報告。北朝鮮軍新式歩兵師団が殲滅しました。たった一度の空爆で7個の兵力を削り切ったというのですか。バルチザン部隊殲滅しました。すべての戦略目標が達成されました。我が軍の勝利です。我が軍優勢なり。我が軍は38度線付近の膠着状況を打破し、南への進軍に成功した。半島統一は今回達成できなかったが、この有利な状況が次なる戦いの勝利につながることは言うまでもないでしょう。同志、おめでとうございます。終わりましたね。最後に、戦況と陣営の状況を確認します。報告。バルチザン部隊が
ワンドにて生存が確認されました。完全には包囲されず、南への退路が確保されていましたか。戦況としては、国連軍の背後には海が広がるのみ。陣営の状況を確認します。我が共産党陣営は、最後の週にて新式歩兵師団1個を失いましたが、それを除けば終始歩兵師団を保ちました。この画面ではわかりませんが、合計50個以上の歩兵師団が存在しています。国連軍の状況としては、陸軍戦力は悲惨。しかし空軍戦力は、この局面でもなお18個存在します。我が航空戦力と同等か、セイバー迎撃部隊やスタック地を含めれば、それ以上の戦力かもしれません。以上で、すべてのシナリオ、陣営をクリアしました。総プレイ時間544時間。ただし、翻訳の確認や実況を作りながらの確認を除けば、実時間的には200時間程度だったと思います。初めてのボイスロイド実況でしたが、まさか1年以上かかるとは思っていませんでした。YouTube の公開自体は去年の6月20日ですが、実際の収録は1月24日でした。まあ、自分の効率の悪さが全てですね。音声ファイルはおそらく1万超えたのではないでしょうか。さすがに HDD の容量的に全てを保存しているわけではありませんが、11シナリオ×2つの陣営でありましたので、他のボイスロイド実況者もこのくらい大変なのでしょうか。だとしても、今後もボイスロイド実況は続けたいと思います。ということで今後については、まずはアルカナムナイツのファースト勝利者撃破。その後はシリーズとしてはトータルアニヒレーション。次にハーツオブアイアン3モッドブラックアイスをやる予定です。それでは以上 SGS コリアンウォーでした。